こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、冬至までにやらなくちゃいけないことなどをお話ししたいと思います。あと、風の時代の進み方みたいなのをお話ししたいと思っています。冬至は12月21日ですね。こちらの日に龍祭りを、やりますので、龍祭り7時からですね、こちらの YouTube チャンネルでありますので、冬至というとね、やっぱエネルギー的に大きく変化する時かなと思いますので、この日にみんなでわっとね、気持ちよく風の時代に入っていきましょう。ぜひよろしくお願いします。それからチャンネルの方、8万人ありがとうございます。本当に皆さんのおかげでね、8万人ってすごい人数だよね。本当にありがたいです。8万人突破記念のライブを、年末あたりにやりたいと思ってますので、その時またよろしくお願いします。そして、今日は冬至までにやらなくちゃいけないこと。もうすごい、冬至までにやらなくちゃいけないこととか言ってみたかったんですけど、やらなくちゃいけないこと何だと思いますか皆さん。当時12月21日までにやらなくちゃいけないこと。結論から言うと、ないですね。本当に。すいません。やらなくちゃいけないことなんて何にもないと思います。私たちの進み方、私たちが今生きてるっていうことはもう今完璧な流れに乗っていて、進み方っていうのは完璧なんですよ。一つ一つ。強いて言えばやらなくちゃいけないことに翻弄される自分自身をもう手放すっていう時が来てるんじゃないかと思います。私たちは今まで与えられたものをやるっていうことがやっぱりあったと思うんですよね。ここまでに何かをしなくちゃと思ったらやっぱ奮い立たせてね、自分自身をやってみたりとか、誰かに与えられたもの、これはこうだって言われたらそうだっていう感じでもうなんていうのかな、あんまり疑わずにさやるようなところとかが素直だからね、やっぱりあったりすると思うんだけど、本当に自分の意思で決める、自分の意思で動くっていうことなんじゃないかと思います。もうね、私が宇宙から受け取ってるメッセージとしては、流れとしては本当に順調。でやっぱり宇宙の真理というか本当にシンプルなんですよね。私たちが心地よくいること、毎日の中でなるべくだから波動を整えたり心地よくいる時間を長めに取ることぐらいなんじゃないかと思いますね。やらなくちゃいけないとか、何かに与えられたものに対して翻弄する自分自身がいるっていうことは、やっぱり外側にその自分の意思っていうものを委ねちゃってるんですよね。委ねてるっていうか、意思を外側になんていうの、合わせちゃってるから、本当に自分がやりたいかやりたくないかっていうことに気がついていくとき、あとやらなくちゃっていうものに対して、自分が動こうとしているところを手放すっていう時が来てるんじゃないかと思います。これは、冬至に限らず、今度例えば春分か、春とか例えば新月満月とかいいと思うんだけど、やらなくちゃいけないってことは一切ないと思うんですよ。それよりも私たちって一人一人創造主だと思うので、そこの大きい意識ともう同調することだけ、心地よくいること、心地悪ければ手放すものがあるから手放すとか、そういうことはもう日々、もうこのチャンネル見ていただいてる方はもうそういうことやってると思うから、それぐらいなんじゃないかと私は思います。だからここまでとかあそこまでって毎回毎回そういう期限みたいのっていうのは、このスピリチュアルなことではやっぱりあったりするし、あとはそれ以外のことでもなんかそういうのがあったりするかもしれないけど、そこからもう抜ける時だと私は思いますね。はいっていう感じかな。いいと思うんですけど、気分悪いと思うんですよね。気分悪いって心地悪いってことですね。心地いいか悪いかっていうのが分かりやすいと思うんですよ。心地いいっていうのは、宇宙の流れに同調します。で、心地悪い、何か恐怖心があったり、何か怖いとかね、何かにせかされたり焦ったりっていうことがもしあったとしたら、それは、ずれてますから、ずれてる。いつもね、私たち創造主であってハイヤーセルフ、心地いい時は最高の流れに乗ってるんですね。
心地悪いって時はちょっとずれてるから、じゃあ心地よくなろうって、こういうことに気がつけばいいんじゃないかと思いますね。はい。すいません。なんかもうちょっとすごいこと言いたいんだけど、やっぱりシンプルなあなたはすごいですから。私もすごいし、あなたもすごいし、この世に存在している全てっていうのはみんな創造主であって、それぞれが体験している世界を体験しているだけだって私は思うんですね。シンプル、本当にシンプルですね。でやっぱり今までの地球っていうのは本当にこう何て言うのかな、コントロールされてたんですよね。いろんなものにあれしなくちゃこれしなくちゃ、自分がやっぱりこう自分で考えるっていうことをやっぱりしないようなシステムになってたなって、私も今まで学校とか見てきて、先生の言うこととか聞いたり、みんなと同じようにするとかって、もうまさに個性を殺すというかね、自分っていうものに対して何も考えなかったりするようにできてたなと思うんだけど、本当に自分の意思で動ける時が来たんですよ。これが自然だったよね。小さい時こうだったじゃないですか。本当に自分の感覚でいる。やっぱりね、心地よくいると自分の感覚で、なんか今エネルギー的に何か変わってんのかなとか、何かインスピレーションとしてすごくいいものが来たりとか、あとは最善な、例えばこう心地よくいて、今日はなんかこういう感じの日だったなって思って、パッとマヤ暦とか今日の一日みたいなのを見た時に同じ流れを自分がしてたりするんですよ。だからもう何も必要ないんだな、自分の感覚でいれば必要ないんだなって思うんですよ。最善な流れにやっぱり同調してるんですよね。私たちって一人一人創造主だから、それはもう自分の感覚の中に、自分の感覚に従えば誰もが最善の流れになっている。別に感覚に従ってなくても最善になってるしね、っていう感じだと思いますので、自分の感覚に沿って生きるっていうことをやってみるといいんじゃないかと思います。そしてこれからその風の時代とかね言われてる時代、どんな風に過ごしていくかとか、前にも動画撮ったんですけど、もっともっと私はなんかだんだん分かってきたのは、やっぱもっとシンプルでいいような気がしますね。鳥のように俯瞰してみるっていう感じがいいような気がしますね。今年もいろんなことあったと思うけど、来年もやっぱり少し変化っていうのはあると思うんですね。いつも私たち生きてるうちに変化ってあるけど、今年は大きかったけど、もし来年もっと大きなものが起きた時に、私たちってやっぱりこういい悪いの判断であったり、こう自分の判断を自分でしていかなくちゃいけないんだけど、目の前の世界に入り込んでいて、この小さい自分自身の視界というか、ここに入り込んでいると本当にね、こう揺れると思うんですよ。でこれ現実が揺れてるわけじゃない。いろんなことが起きて、それに対して自分自身がまた、要はその現実が揺れたものにこう一喜一憂していると、自分自身の内側が揺れるから、今度は自分の体験する家族との関係であったり、誰かとの関係、会社の関係、お金の関係とか、そういうものがまた揺れちゃうんですよね。だからここからもうこの揺れる現実に入り込む自分のパターンから、現実は揺れると思うんですよ。どうしてもこの地球全体で起きるものっていうのは生み出しの時ですから、そこから外れて俯瞰してみる。鳥のようにちょっと上から、今やっていただくと分かると思うんだけど、少しこの視点からね、100メートルぐらい上、もうちょっと1000メートルぐらい上がいいんじゃないかな。1000メートルぐらい上に鳥がいるイメージで、下を見下ろしてみるといいと思うんですね。自分がちょっとそんな感じになってみて、そうするとなんかもういい悪いのジャッジから抜けてるのが分かると思うんですよ。今苦しい何かがあるとするじゃない。そうすると鳥の視点から見ると、なんかね、ほっとしたり楽な自分がいると思うんですよ。もうね、よくわかんない、上すぎてよく見えないみたいなことになるんじゃないかと思うし、この辺りのところの視点を常に持っていると、もうね、いい悪いのジャッジから外れるから、とても心地よい状態、中庸ですね。中庸、真ん中。やっぱりね、こう敵味方、正義悪魔とかさ、
陰陽っていうこれが分離だったんですよね。今までこう分離の世界を私たち生きてきたと思うけど、やっぱもうここからもう全て統合された状態って調和とか融合ですから、ここから外れた視点で自分が心地よくいることをしていくと、上から見下ろすことによって、もういい悪いやらなくなる、分かんないからもういい悪い分かんないですよ。下見たらもうほんとちっちゃいゴマですよ。ちっちゃいゴマだらけで、ああみたいな、なんか何悩んでたんだっけみたいな感じになると思うけど、まあ本当平和になっちゃいますね。ここの視点が、この風の時代、私たちが、来年ですね、大事なこう視点だと思いますし、楽はい、わかりました。今あげる。はい、わかりました。はい、わかりました。わかりました。おっぱい、おっぱい。そんな感じですね。こういうことも、ソニちゃんに何をされたって上から見下ろせば、鳥の糞のようなもんですよ。何も感じません。こんな感じ。でもこんなうるさいなとかね、この目の前に入り込んでるとうるさいなとか、今動画撮ってんのやめてよみたいな感じになると思うけど、鳥のようにバードアイですね。俯瞰してみることによって下を見下ろした時、何だったっけみたいな感じになりますから、この視点が風の時代はめっちゃいいんじゃないかなと思います。いつも心地よくいられるし、平和ですし、力抜けてますしね。風の時代にふさわしいんじゃない？鳥だし風乗ってるし私はもうずっと、もう風の時代始まる前からね、もう自分の中ではもう風の時代とか空の時代というか始まってるんですけど、だからもうその日にちもいつがもう分かってないっていうかあれなんだけど、平和ですね。この視点でいるといいんじゃないかと思います。当時、そして来年風の、来年というかね、私たちが生きていく水亀座の時代、風の時代とかね、いろいろありますけれども、高次元っていうのはやっぱりこう調和なんですよね。調和していくこと、いい悪いのジャッジからの、これいい悪いのジャッジがやっぱり、あと何かに追われてる感じとかっていうのが、まあ実は、はい。分かった、分かった、分離だったっていう話で、では、それ以上です。ではでは。